手洗いとかアルコール消毒、これらである程度予防できるかもしれませんけども、マスクとか手洗いだけでウイルスですね、ウイルスが見えてればいいんですけど、ウイルスを避けることは難しいと思います。もっと重要なこと、それは体に入ってきた時ですよね。この空気中なんかですとウイルスなんかたくさん飛んでるわけですよ。でそれが体の中に入った時に防御体制ですね、そちらを強化している、つまり免疫力を上げておく方がとても重要だと思います。これはなぜかテレビとかでは言わないんですよね。だから私と同じように思ってるお医者さんがね、結構いると思うんですよ。ですので今日はそのことについてお話しします。こんにちは、野村整骨院長の野村明です。新型コロナウイルスの予防策としてマスク、手洗い、アルコール消毒が言われていますが、これらの予防策はいずれも体内にウイルスを入れないようにする外側の対策ばかりです。それよりももっと重要な、それは内側の対策、自分自身の免疫力を上げることだと思います。それがなぜかあまり言われていません。本日はこの内側ですね、ご自身の自然治癒力、世間ではあまり言われていない免疫力を上げる5つの方法についてお話しします。まず1つ目は温飲食です。そして2つ目が鼻呼吸。そして3つ目が横になる。そして4つ目が運動。そして5つ目が栄養素になります。これらをしっかりと実行することが最も根本的な予防方法だと思います。それでは順番に解説していきます。1つ目の温飲食というのは温かいものですね。基本40度以上のものを食べたり飲んだりしていただく。冷たいものを飲んだり食べたりしていますと、免疫、つまり細菌やウイルスと戦うための細胞ですね、それがダメージを受けてしまう。ですから冷たいものを飲んだり食べたりしていると腸の働きが低下してしまって、その腸の細胞にダメージを与えてしまいます。人間の最大の免疫システムが実は小腸にあるんですね。少し専門的になりますけども、腸扁桃という場所、つまりパイエル板というところにあります。パイエル板のところにいる白血球も当然細胞です。で、この白血球というのは温度が高ければ高いほど活発に働いてくれるんですね。だから風邪とかインフルエンザに感染した時熱が上がるっていうのは、この白血球がそのウイルスのところに素早く行くように体温を上げるっていうのも一つの目的になっています。で、もう一つは食べ物というのは当然口から入りますよね。で、その口の喉の部分ですね。喉の部分に扁桃腺というのがあるのを聞いたことあると思います。その部分も冷たいものに刺激されるとですね、機能が低下してしまいます。ですからこのようにウイルスとかが流行っている時期というのは、なるべく冷たいものを飲んだり食べたりしない。できるだけ温かいものですね。40度以上のものを飲んだり食べたりしていただくことを徹底していただければいいと思います。これがまず1点。で、2つ目の鼻呼吸なんですけども、基本鼻というのは、これ見ていただくと分かりますかね。ここね、これ鼻なんですけども、なんか突起が出てるのが分かりますかね。この突起が鼻から息を吸った時ですね、空気中にある細菌とかウイルスとかを鼻から空気を吸った時に空気がぐるーっと回るような感じになってて、この鼻の粘膜に細菌とかウイルスがつくようになってるんですね。そして鼻水と一緒に外に出すというような防御のためにこのような構造になってるんですね。ですから口から空気を吸ってしまうとですね、もう直接そのさっきお話しした扁桃輪とかですね、肺に冷たい空気が入ってしまうので体温が下がります。そうすると免疫の機能もかなり低下してしまうことになります。ですからできるだけ鼻から呼吸することを意識していただければいいと思います。そしてもう一つね、この鼻呼吸なんですけど、夜寝る時にいびきをかく人は基本鼻じゃなくて口から呼吸しちゃってるんですね。ですから夜寝る時にいびきをかいたりするような人、もしくは口で呼吸しちゃってて起きた時に喉がカラカラだなっていう人なんかは口テープですね、そういうものを利用するのも一つの対策だと思います。2つ目はできるだけ鼻呼吸ですね。鼻から吸って鼻から吐いていただくと、入る時に鼻の粘膜についたウイルスとか細菌とかを外に出すという働きもありますので、できるだけ鼻から吸って鼻から吐くようにしていただければいいと思います。これが2つ目。3つ目が横になるということなんですけども、横になるってどういうことかっていうと、ちょっとモデルこれですね。人っていうのは基本生活している時って立ったり座ったりしていますよね。でその時というのは縦方向に重力がかかっているんですね。で一番重力を支えているのは、筋肉も支えているんですけども、一番重力を支えているっていうのは骨なんですね。でその骨の中に骨髄というのがあって、骨髄色の骨髄ですね。でその骨髄というところでその免疫細胞である白血球が作られているんですけども、その白血球が
作られる時っていうのは重力が骨にかかってる時っていうのはあんまり作られないんですね。でじゃあいつ作られるかっていうと、前回ちょっと睡眠が重要ですよっていうお話したんですけども、こう人間が横になっている時、横向きになっている時ですね、この状態になっている時にその骨髄で白血球がたくさん作られるという状態になります。で理想は8時間このように横になっていただく。そうすると十分に白血球が作ることができるということになります。これが3つ目ですね。4つ目の運動というのは軽い運動が理想です。激しい運動をすると免疫機能実は落ちてしまうので、軽い運動、散歩とかですね、ウォーキング、軽いジョギングなんかは体温を上げて代謝を良くします。血液循環も良くするので、できればですね、朝とか夜でも構わないので、散歩もしくはジョギングしていただいて体温を上げて代謝を良くするということをしていただければいいと思います。これが4つ目ですね。最後は当然よく言われるんですけど、栄養ですね。免疫細胞っていうのはタンパク質も脂肪も炭水化物も全部使って作られるわけなんですね。ですからバランスの良い食事が理想になります。今の日本に暮らしていたら、例えば毎日カップラーメンばっかり食べてるっていうんでしたらちょっとこれまずいですけども、まんべんなくですね、いろんなものを食事で食べていただければここは問題ないと思います。あと栄養で言うと、新型コロナウイルスではビタミン D を摂取すると有効だっていうふうにそういう情報もありますけども、ビタミン D っていうのは体内で作れる、数少ない栄養素の一つなんですね。でどうやって作られるかというと、前回もちょっとお話しましたけども、お日さんですね、太陽の光を浴びた時にこの皮膚ですね、特にこの手の甲で8割方作られると言われていますので、この腕から先ですねを日に当てていただくということをしていただければ、ビタミン D が体内で作ることができますので、ぜひ実践してみてください。まとめますとですね、1つ目は高い食べ物や飲み物ですね。で2つ目は鼻呼吸ですね。3つ目は横になるんですね。この横の姿勢を8時間ぐらいとっていただければいい。これは横になるだけで眠らなくても構わないですね。だからちょっとダラダラしてる感じになるかもしれないですけど、家に帰ったら横になる時間を増やしていただければいいと思います。で4つ目は軽い運動ですね。軽い運動をしていただくことで体温を上げて代謝を上げて、そして血液循環を良くするということを心がけていただいて、最後5つ目が栄養をしっかりとご欲をしていただいてビタミン D を作れるように気をつけていただければいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日は新型コロナウイルスの対策ですね、予防策として免疫力を上げる5つの方法というテーマでお話ししました。